皆さんこんにちは、ゆかです。日本語で料理動画第2弾作っていきたいと思います。今日も2品作るんですけど、今日はちょっと作ったことあるレシピなんですけど、ちょっとやったことない技もやりたいと思ってます。はい、ちょっと忍者風の何かを作りたいなと思ってます。今日の食材ですね。今日はこれかぼちゃを買いました。はい、なんかちっちゃくて可愛かった。しかもこれニュージーランド産なんですよ。なんかかぼちゃって日本産のやつとか海外のやつとかあるけど、なんか日本産の方が美味しいのかなと思うけど、私は結構いろんな国のメキシコ産とか、あと他どこあるかな、でもメキシコ産、ニュージーランド産、あとはそうですね、日本で行くと北海道とか沖縄とかね、南とから東まで、逆か、北から南まで方角がいろんなとこからかぼちゃって取れて出荷されてくるんですけど、どこでも結構美味しいからこだわりなく、はい、今日はニュージーランド産を買いました。で、あと次がこれしいたけ、しかもなんかオーガニックって書いてある。なんかしいたけって普段あんまり安くないの、日本で。でもこれはたまたま普段なんかこれ5個入りなんだけど6個で300円ぐらい普段するけど、これはなんか200円もしなかった、5個で。しかもなんかちょっといい富山県産のオーガニックのしいたけなんでちょっと買ってみました。はい。で、あとはもう1個ラストがこれですね。赤鶏ももひき肉です。またひき肉を使ったレシピを作りたいと思います。今回はももですね。じゃあ料理していきましょう。よし、じゃあまずはかぼちゃを作っていきます。コーヒーは今日は飲みません朝にカフェラテを飲んだので。はい。かぼちゃは最初に電子レンジでチンをします。チンをする前にちょっと洗う必要があるね。さーっときれいに、もともときれいに洗われているのでそんなに一生懸命洗う必要はないけど、洗ってでスプーンで綿っていう部分をくり抜きます。よいしょ。結構硬い。種結構いっぱいあるな。なんか種もすごい健康らしいっていうのを聞いたことあるけど、なんかロースト、オーブンでローストしたりしたらなんか結構健康っていうのは聞いたことあるけど、私は種捨てます。皆さんは食べますかでもう一回さーってきれいに洗って、でちょっと電子レンジで軽くチンするのでラップでくるみます。よいしょ。で電子レンジする理由は単純にめちゃくちゃ硬いからかぼちゃはそのまま使うと、なんでちょっと柔らかくしたいっていう意味なので、単純に600ワット1分ぐらいで十分です。はい。か1分半ぐらいかな。ちょっとじゃあ1分でやってみよう。ほい。1分経ちました。ちょっといい感じにあったかいぐらいに、ちょっと色がめっちゃ綺麗ですね。皆さんのかぼちゃもこんな色かな。よし、じゃあ切っていきましょう。ちょっと熱いのでもしかしたら気をつけて。よいしょ。ちょっと水が出てるね。かぼちゃはだいたい一口大に切ります。よいしょ。いい感じに柔らかくなってるでも毎回かぼちゃを切るときはお母さんにすごい気をつけなさいってしょっちゅう言われてたので、力の入れ方が半端ないもんねよいしょ。こんぐらいかな。はいこんな感じで切りました。次に調味料を準備していきます。このレシピは
めちゃくちゃ正直簡単で、こんなちっちゃいもうめっちゃボロボロだけど、こんなちっちゃいお鍋を用意して、覚えてますでしょうか皆さん。よいしょ。この3点セット、日本料理には和食には欠かせないこの3点セットと、あと砂糖を用意します。砂糖です。すべて大さじ2です。でもこれは実は黄金比って呼ばれてます。黄金比ってなんて言うんだろうね、英語で。またちょっとサブタイトルつけるときに調べてみるんですけど、単純に全部大さじ2で OK。 めっちゃ簡単。じゃあまず砂糖1、2で、この緑が酒です。酒も1、2入れて、この金がみりんですね。みりん1、2、みりんのなんていうの、この感触、テクスチャーがすごいなんかトロトロ実はしてます。でこの赤が醤油ですね。なんで本当にレシピでなんか私のあんまり好きじゃない料理の部分が、なんか毎回新しい料理作る時に何回もレシピを見ないといけないこと、何も考えずにもう黄金比って覚えてるから、単純にその覚えてる通りに作ればいいので結構好きなレシピです。水も 200ml です。入れます。はい、なんかすごいいい匂いがしてます。こんな感じで全部入れました。でそのまま火を入れちゃいます。火をつけちゃいます。中火ぐらいで入れていきます。火を通していきます。これがグツグツ沸騰してきたらかぼちゃを入れるタイミングです。はい、ちょっとじゃあ火を弱めて中火ぐらいかな。めっちゃいい匂い。和食っていう感じの匂いがしてます。でちょっと大きさに差があるときは真ん中に大きいやつが来るように、火が通りやすいように入れます。だから本当になんか和食を作りたい人はとりあえず酒、みりん、醤油、砂糖があれば結構いろんなものが作れます。でいい感じにこうグツグツグツってしてきてるので、ここでこの間も言ってたように落とし蓋が家にないのでアルミホイルを敷いていきます。だいたいお鍋より若干大きめに切って、よいしょ、こんな感じで落とし蓋をすることで格段と味が染み込みます。はい、こんな感じかな。で、また10分かな、10分ぐらい煮詰めていきましょう。もうすでにめちゃくちゃいい匂いがしててまだ料理し始めて5分ぐらいしか経ってないのにもうお腹が減ってきました。まな板を洗っちゃって、次にしいたけやっていきましょう結構オーガニックな感じで土ついてますね。きれいに洗いましょう。よいしょ。このしいたけ結構立派、いい色ですね。これ日本語で石突きって言います。なんか初めて石突きって名前を聞いた時になんか面白い名前だなと思ったのを覚えてます。でここでちょっとその私が今日チャレンジしてみたいって言ってた切り方をやっていきたいと思ってます。まずは普通にこの石突き、さっき言ってた石突きを切ります。よいしょよいしょ、キュッキュッキュッ。なんかきのこの好きな部分ってなんか食感、よいしょ、食感いいですよね。よいしょ、なんとも言えない、硬すぎず柔らかすぎず。
石突きのちょっとこの明らかに使わない部分は切ろう。でもなんかそのちょっと料理でもエコを意識したいので、この石突きってなんか捨てたくなっちゃうけど、これも後から料理の中に入れるので、食べれる部分は食べるっていうのをモットーにしていきましょう。はい。ちなみにこっちのかぼちゃもあと2分半になってきたので、ちらっと見てみましょう。わあ、おー、ちょっと混ぜといた方がいいかもしれない。ちょっと混ぜよう。おー、あ、結構もうなんかこれ普段よりちっちゃいかぼちゃで小さめに切ったので10分いらないかも。こういう時は爪楊枝で刺してみます。火を切ってどうだろう。あ、全然もうできてる。早い。タイマーが今更なりましたなんか今私がちょっとこのカメラスタンド調子悪いわとか言ってやってたら今もうタイマーもできて、結局だから10分セットしたけど私は8分で茹で終えました。こんな状態です。今すごい綺麗な色になっている。で、今汁がまだ結構サラサラの状態なので若干煮詰めていきます。この落とし蓋のアルミホイルを取った状態で強火でグツグツグツってしてちょっとスープにとろみをつけたいと思います。よいしょ。ちょっと強火にして、強すぎると良くないのでほどほどにグツ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 って様子を見ていきます。めっちゃ美味しそう。だいぶ煮詰まりました。じゃあこれをまたコンテナに入れておきます。よいしょ。もう一品できた。早かったね今日簡単、本当に簡単でね。なんかこんなんでちょっとせっかくだから今日は味見してみようかなね。なんか前回の動画でゆかのフードレビューが欲しいって言われたのもあったので、確かに私作るだけ作って味全然何も誰にもお伝えしてないと思うんで私にとったらこういう料理っていつも作ってるレシピだから、なんか別に味はもう分かってるからいいやろうと思うんだけど、確かに視聴者さんからしたらどんな味かっていうの気になるよね。はい、できました。で汁をね残さず最後までしっかりかけて、美味しそう、いい感じ。1品目できました。じゃん、かぼちゃの煮物です。はい、でちょっと味見せっかくなのでここでしてみましょう。どんな味だろう。ちっちゃいやつ、この皮がむけちゃったやつ食べてみます。こんな感じですいただきます。絶対熱いよね。いい匂い。やばい。これおいしい。熱いけど美味しい。甘さと甘辛さとかぼちゃの本来の甘さが全部合わさってすごく素敵なかぼちゃの煮物ができました。こんな簡単なメニュー10分でできると思ったらいいよね。はい、じゃあこれ冷ましておきます。では肝心のしいたけの忍者切りいきましょう。なんかその飾り切りって言われるので、なんかしいたけってなんかいろいろ諸説あるみたいなんですけど、鍋、日本ってよく冬とか特に鍋をするんですけど、しいたけもその代表的な一つの食材で、でもなんか鍋ってなんか人参だったりとかネギだったりとか豆腐だったりとかいろんな色、そのオレンジ、緑、白とかあるけど、このしいたけってなんか言ったら茶色で地味じゃないですかだからなんかせめてちょっとでも華やかにするために飾り切りができたってされてるって言われてるのもインターネットで書いてました。いろんなね説はあるみたいですけど、でなんかその忍者の手裏剣わかりますかなんか十文字に切るこのクロスをしたいなと思ってます。
でなんかやり方がちょっと今日初めてだから皆さん許してください普段私は何も切らずにやります。でも今回はちょっとせっかく料理動画なんで新しいチャレンジをしたいかなっていう。なんかこうピーって斜めに入れて、でもう一回こう180度回してこっちからも同じように入れる。ひゅあ、ちょっと太いかもしれない。よいしょ。あ、ちょっと先に後で目標としている写真はこんなんですっていうのも入れますさらに十文字なんでこの縦にも入れたい。いきます。ヒュ180度回す。ヒュ思ってるのと全然違うんですけど、どうしようあ、でも思ってるより悪くないかも。こんな感じ？悪くない写真通りじゃないでこの切った部分もエコで使いたいので後からのために置いときます。もう一回いきましょううまくいくかな、応援してみんなあ、ちょっと上手かも。いいかも。で入れるいいよ。いいじゃんどうでしょう皆さん、ちゃんといけるかなちょっとこれ貫通しちゃったそんなに良くないです。はい、じゃあ次にあと2つは花形切りって言われるやつかなをしたいと思います。1、2、3を切りたいです。なんでより細くしないといけない。応援してねみんな。でも大きいからやりやすいかも。この椎茸あんまり深入れしちゃいけないっていうのもさっき学んだから、細く薄くを意識しましょうこの動画見て同じようにインスパイアされてこれを作ってくれる人がいたらぜひ写真をディスコードでお待ちしておりますちょっとやばいかも。できるんかな。思ってたよりめっちゃむずいこれで。だから次はこうじゃなくてこうにしないといけないから、こうだね。よいしょ。入れてここも入れて、こんなに難しいと思ってなかった。はいできた。で最後がここだね。いけるかな。どうワウダンまあ OK じゃあ最後1個あるのでやっていきましょういやーほんまに思ったより難しかったな。でもさタイ料理とか行ったらさ、タイ料理屋さんとか行ったら結構人参とかきゅうりとかめっちゃ飾り切りされてないかな。なんかもうギザってなってるやつとか、ガパオとかさ、パッタイとか私結構週1でタイ料理食べに行くからいろんな結構見るんですけど、そのなんかすっごいギザギザして、あれってなんか特別な包丁使ってるのかな、それともタイ人の人の料理技術。なんか上手にできそうかもこれ。でもちょっと深いかもそうよし最後楽しく喋りすぎてたらパカって開いちゃいました。これ開いてダメなのに結果4勝1敗でしたはいできました。十字切りと花形切りで、これパカって開いちゃったので成功したのはこの4つです。でもなんとかなるので料理続けていきます。このエコで使いたい部分をよいしょ切り刻んじゃいます。ちょっとまだ皆さんどんなメニューを作るのかが見えてないと思うから、何がしたいんだろうゆかはみたいな感じかもしれないですけど、細かく切っちゃいます。椎茸の感触気持ちいいですね。トン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 細かく切って、適当になんか
みじん切りになるように、もう本当になんだろう、跡形もない跡形もないって言ったらちょっとおかしいかな。本当はこのレシピちょっと最近ハマっててね、作ってた時、最初は椎茸じゃなく材料は実はレンコンでした。はい、でなんかある日、今日もこのレシピ作ろうと思ってスーパー行って帰ってきた時に気づいたら、本当になんか私レンコン買ってくるつもりやったのに椎茸買ってきちゃったみたいな日があって、いや本当になんかあれ、なんか何も考えずに椎茸買ってる私と思って。でも実は椎茸でもレンコンでもめっちゃどっちでも美味しくできます。なんでもし皆さんが椎茸の方が好きだったら椎茸、きのこがレンコンが好きだったらレンコンで使い分けて、それからね、なんか日によってやっぱレンコンが安い日があったり椎茸が安い日があったりすると思うので、そんなんでやってもいいかも。はい。まずひき肉をパッとボウルに入れて、この間と一緒でおろし生姜は本当は吸ったらいいけど、私はこのチューブを使っちゃいます。大さじ1ぐらい、大体でいいです。ちょっとまあ大体なんで大さじ使えよっていう感じなんですけど、こんな感じかな。このぐらい入れました。もうちょっと入れよう。生姜は私は結構薬味で好きです。なんかいいアクセントになるよね。で酒とこの間のポテトスターチ覚えてます、英語でもう大さじ1ずつ入れます。片栗粉も大さじ1、こんな感じですかね。入れて、日本の味噌って海外にも売ってるのかな。だいたいこのなんかプラスチックのパックに入ってて、よいしょ、こんな感じで密封されてます。ちょっと私は使ってるので開いてます。味噌はすごい発酵の匂いがすごいよね。味噌好きですか皆さん。すごいなんか健康食品。味噌が大さじ2分の1です。大さじ2分の1、はい、だいたいでいいです。こんぐらいかなこんぐらいで入れて、味噌はねすごい硬いから結構ね、味噌汁作る時とかも結構溶かすの大変だったりするけど、でちょっとお好みなんですけど、私はニンニクのチューブもちょっとだけちょろっと入れるのが好きです。なんかねすごいなんて言うんだろうな、お肉の味が引き立つよね、ニンニクは。でよいしょ、こんな感じでどんどん混ぜていきます。なんか本当はハンバーグとかも作ったことある人そう分かると思うんですけど、なんか手でこねこねするのが多分一番美味しいけど、私は手が汚れるしそこまでなんかこだわってないので、もうこのさっき使った大さじのスプーンでどんどんこねこねしちゃいます。ほらいい感じ、綺麗になりましたね。いい色。鶏ももミンチがいい仕事をしてくれてます。よいしょ、こねこねこね、こんな感じかな。さっきのエコにこだわって、この切り刻んだ椎茸のいらなかった部分も全部一緒に入れちゃいます。よいしょ。椎茸ね、本当に椎茸ってだしで使われることも多いの。なんか代表的なだしでいくとかつおだし、昆布だしで椎茸のだしって言って、やっぱりなんか抽出していくと椎茸とかその昆布とかすごい味がいいだしが出て、そこから作る和食ってやっぱ格別。そういい感じ。こうやって混ぜてね、だからそしたらこの間ちょっとちらっと言ったかさ増し、なんかこのミンチだけだったら物足りなかったけど、この椎茸が切り刻んだものが加わることによってちょっとボリュームが増しました。しかもなんか今私こねこねしてるんですけど、なんかさっきよりちょっと
弾力が出てまとまり感がまた出て使いやすそう。片栗粉をまぶしていきます。でこのまま粉でドバってやっちゃったらすっごい山盛りにかかっちゃうので、この動画用に買ってくればよかったって後悔してるんですけどこのボロボロの網、茶こしって言われるもので、本来であればなんか取っ手とかがついてて、でなんかお茶の葉っぱを入れて、それでお茶を作るっていうものなんですけど、なぜかうちの家にあったのは取っ手もないし、なんかボロボロやしいつ買ったみたいな茶こしほとんど使わないんですけど、これを使いたいと思います。これに片栗をちょっと入れます。ほらちょっと雪化粧みたいな感じでポン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 、綺麗ですね。見た目はいい。この茶こし自体はボロボロだったけど、はい、こんな感じで可愛く雪化粧がつきました。その上にこのミンチをのせていきます。でちょっと手は汚れちゃうのは覚悟でいきましょう。私はどうしようかな、なんかもう1個スプーン使うのがありかも。しいたけが5個あるので、ちょっと簡単にざっくり5等分に分けたいと思います。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、あ、よかったよかった5等分できました。で取ってよいしょ乗せていきます。ちょん、とりあえず最初乗せちゃいましょうか。結構ミンチの量多かったかな。しいたけもうちょっとあってもよかったね。よいしょ、でも美味しそうこの問題児、ここ切れてます。でもさっき私がなんとかなるって言ったのは、この肉で隠しちゃったらもう切れたことは忘れられますわからなかったなかったことになります。よいしょ、あ、ちょっと5等分の最後が相当多かったみたい。よいしょ、こんな感じで、よいしょかわいいね。詰め詰めしていきます。ちょっとまだ余ってるので後から足していきますが、ちょっと手を使いながらちょん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 ってなじませていく感じかな。こう今はちょっと空気が含まれている状態なので、ちょっと形を整えつつ優しく押して、きれいにこの種のしいたけの中に入れていく感じですちょっと難しいけど、いつもなんかねこんな感じ苦戦してるけど、焼いたらなんとかなるから大丈夫です。皆さんご心配なく。じゃあ焼いていきましょう。よし、じゃあお鍋フライパンとごま油を使いたいと思います。ごま油って皆さん使いますか？ちょっと感じてみます。ごま油は私はすごい好きでしょっちゅう使ってて、よいしょ、なんかごま油って大体大さじ1ぐらい入れます。ざーっと、こんな感じで、よいしょ。ごま油は代表的な料理としては中華料理によく使われると思うんですけど、なんか普通に和食でもごま油って実はよく使われるの。火がちょっと暖かくなってきたなっていうところでちょっと怖いからトングと下からいきます。ちょんちょんちょんってして、でもちょっと結構なんか時間だったら固まった。ほこんな感じで、片栗粉がついてた。こんな感じでごま油の香りがすごくいい。これすごい綺麗だね。よくできましたこんな感じで今焼かれてます。鶏ミンチなんでしっかり焼きましょう。花形切りか十字切りでもこれ本当に綺麗でもちょっとこの片栗粉がついてしまっている部分は焦げやすくなっていると思うので、できれば取っちゃいましょう。今の段階で一応片栗粉つけてミンチ乗っけたけど、もしかしたら外れる可能性があって、それまた悲しいのでフライ返しを使いながらやっていきます。
よいしょ。ほおー、あーいい感じですね。嬉しいよいしょ。日本語ではこういう色をきつね色って言いますね。可愛いよね、言い方。動物のキツネ色になってきたらいい頃合いですみたいな、よく言います。ちょっと焦げやすそうなので気をつけましょう。ここでちょっと蒸し焼きにしていきます。蓋をして、ちょっと焦げるのが不安な人は、私とか不安なタイプなので酒をちょっと入れます。酒をパーッと入れたら蒸し焼きでちょっと蒸気で焼きやすくなるので、本当に弱火で 4,5 分4分にしようかな、私は。でもちょっと肉が生焼けが不安だったら5分とか、今回ちょっと4分でいってみましょう。あと1分半ぐらいなんですけど、ちょっとひっくり返してみようあんまりしいたけの部分が焼けちゃうとよくないから。あ、めっちゃいい感じ。おー、あ、綺麗綺麗、すごいかわいいね。あーいいね。よいしょ。忍者手裏剣しいたけ出来上がってきてます。もうちょっと火を強めて、あと1分ほどお待ちください。アラームが鳴りました。アラームじゃない、なんだっけ、タイマーが鳴りましたアラームは朝起きるやつです。見てみましょう。3、2、1、GO。 おー、めっちゃ可愛いし、いい感じだね。じゃあ、あとは最後にタレを作ります。タレはめっちゃシンプルで、醤油とみりん大さじ1ずつとお水も大さじ1以上です。みりんいきます。みりんと醤油も大さじ1ずつ、簡単ね。みりんと醤油はね、本当に甘辛いのを作る代表的なものなので欠かせません、日本食に。あとは大さじ1の水も一緒に入れます。この液体の部分を煮詰めてタレにしていきたいと思います。でちょっとね、このせっかく切り目の部分とかにもタレを入れたら、より味がしゅんでて美味しそうになると思うので、かけてあげて丁寧に作っていってあげましょう。でもあんまりやりすぎて焦げつかないようには気をつけてね。じゃあこれで完成です。美味しそう。なんかすごいいい色になりました。確かにしいたけは茶色なので、ここの上にネギ、細かく刻んだネギを上にのっけても美味しいと思います。タレをかけて、香りも最高はい、できました。しいたけハンバーグです。イエーイはい、じゃあ今日はこれもあるので、せっかくなのでかぼちゃの煮物としいたけのハンバーグを作る動画でした。面白かったかな、皆さん今後の料理の参考になれば嬉しいです。この動画が良かったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また次回なんかライブストリームとかで美味しかったかどうかお伝えしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうね。じゃあね、またね、バイバイ。